皆さんこんにちは。タイアクアリウムチャンネル管理人のともです。私は2000年からタイに住んでいます。現在は一軒家に住んでいて、そこでたくさんのペットを飼っています。哺乳類のペットもいれば淡水魚などもいます。今回の動画ではタイの自宅で飼っているアジアアロワナの飼い方をご紹介します。現在我が家では3本の水槽を使って合計5匹のアジアアロワナを飼育しています。アジアアロワナはアロワナ科に属する大型の淡水魚で、主に東南アジアの川や湖に生息しています。特徴的なのは体の色で、赤いアロワナや金色のアロワナが人気です。アジアアロワナは観賞魚として非常に高い人気があり、特に中国では風水的な意味合いから幸運を呼び込む魚として重宝されています。またアジアアロワナは勇敢さや力強さを象徴するとも信じられていて、富を象徴する竜に似ていることからドラゴンフィッシュとも呼ばれることがあります。アジアアロワナはワシントン条約で保護対象に指定されているため、合法的に取引される個体は繁殖されたものや登録された養殖場で育てられたものに限られています。一般的に販売されているアジアアロワナにはマイクロチップが埋め込まれていて、ファームの証明書付きで売られています。寿命はとても長くて、飼育下で10年ぐらいは生きると言われています。飼育環境をうまく管理していれば、15年から20年は生きることもあるようです。アジアアロワナのサイズは飼育下では最大60センチぐらいまで成長します。水槽の大きさや飼育環境によっては70センチぐらいまで大きくなる個体もいるようですが、一般的には大きくても60センチぐらいと言われています。ここからはアジアアロワナの飼い方を紹介します。1、水槽のサイズ。アジアアロワナは成長すると50から60センチぐらいまでになるので、最低でも幅150センチぐらいの水槽が必要になります。水槽の幅のほか、アロワナが自由に泳げるように水槽に十分な奥行きも必要になり、奥行きは最低でも60センチのものが理想的です。水槽の高さに関しては60センチあれば十分かと思います。2、ろ過槽。水槽の水を循環させて水質を保つためにろ過槽が必要になります。ろ過槽の種類はいろいろとあります。水槽内設置のろ過槽。一番ベーシックなタイプのろ過槽となります。これは水槽の角にろ過槽としてデザインされているタイプの水槽です。水槽の中にすでにろ過槽があるので、このようなデザインの水槽であれば追加でろ過槽を買う必要はありません。上部ろ過槽。水槽の上に別売りのろ過槽を設置するタイプです。水槽の上部にろ過槽がついているので、掃除などは比較的簡単です。オーバーフローろ過槽。うちでは使っていませんが、オーバーフロー方式というろ過器もあります。これはどういうものかというと、メインの水槽の他にろ過用のタンクがあり、
メイン水槽からオーバーフローされた水をろ過用タンクでろ過してまたメイン水槽に水が戻るという循環になります。ろ過能力としてはこのオーバーフロー方式が一番ろ過能力は高いですが、ろ過用タンクを設置するスペースやコストが別でかかります。うちでは水槽内設置のろ過槽と上部ろ過槽を使っていますが、今のところ水質には問題なく、アロワナも健康に生活できています。どのようなタイプのろ過槽にするかは人それぞれ好みが違ってきますので、ご自身で好きなタイプのろ過槽にすればいいと思います。3. 照明。アロワナをよりきれいに見せるためにアロワナ用のライトとして水中ライトが流行っています。我が家で使っているのはアロプラスというメーカーのライトです。このライトの特徴は LED チップが4本並んでいて、とても明るく防水性なので水槽内に直接設置ができますので、水槽内を非常に明るく映してくれます。ライトをつけておく時間の長さはいろいろと意見が飛び交いますが、うちでは8時間ぐらいにしています。4. 餌。アロワナの餌は大きく分けて2種類あって、人工の乾燥餌か生きた餌に分かれます。人工飼料。人工の乾燥餌としてスティック状の浮くタイプの餌が多いです。餌の大きさも小粒のものからスティック状の大きなものまであります。アロワナが小さい頃は小粒のものを与えて、アロワナの体が大きくなるにつれて人工餌の大きさも変えていくことができます。人工飼料は栄養のバランスが良いのですが、アロワナによっては人工飼料を全く受け付けてくれない個体もいます。人工飼料に慣れさせるためには根気よく時間をかけて慣れさせていかなければならない場合もあります。次にアロワナ用の餌として生きた餌をいくつかご説明します。ミルワームはいわゆるガの幼虫です。小さいワームと大きいワームに分かれて売られていて、100g でいくらという 100g あたりの量り売りをしています。生きたエビも 100g でいくらという 100g あたりの量り売りをしています。エビの相場はだいたい1年を通して変わらず 100g で20バーツという売り方をしています。コオロギは1袋20バーツで売られています。何匹入っているかは数えたことありませんが、1袋で50匹ぐらいは入っているかと思います。コオロギは肉食魚だけでなくて鳥やマウス系のペットにも与えられるので、いろいろなところで売っています。今までいろいろな餌を与えてきましたが、今は人工飼料のみを与えていて、生きた餌は与えていません。人工飼料のみにしている理由は以下のような考えからです。1. コスパがいい。2. 餌の管理が不要。3. 栄養のバランスがいいなどです。5. 水替え。水槽の水をきれいに保つために水替えを行います。水替えの頻度ですが賛否両論ありますが、うちでは週に1回にしています。週に1回の水替えで水槽の3分の1ぐらいの水の量を入れ替えています。水中で使うモーターにホースをつけて、そこから水を吸い出します。
うちでは部屋の外までホースを通して外に垂れ流しにしています。水の吸い出しが終わったら別のホースで水を足していきます。タイでは年中を通して水の温度はそれほど変わりません。年末の涼しい時期でも水温が大きく下がるということはないので、水槽へ水を給水するときもそれほど水温は気にしないでいいと思います。ただ勢いよく水を突き足すとアロワナがびっくりしてしまいますので、水の勢いには気をつけましょう。6. 水温管理。アジアアロワナを飼育するのに適した水温ですが、一般的に28から30度ぐらいと言われています。日本など冬場に気温が下がる国の場合、水温を保つのにヒーターを使用します。しかし東南アジアのタイであれば、年末の涼しい時期でも水温がぐっと下がることはないので、タイでのアロワナ飼育にはヒーターは必要ありません。タイで飼育する場合、逆に気をつけなければいけないのは水温が上がりすぎてしまうことです。3月、4月の猛暑の時期だと水槽の水温が36から37度ぐらいまで上がってしまうこともあります。水温が上がりすぎてしまうと水中の酸素が足りなくなってアロワナが熱中症のような症状になり死んでしまうこともあります。私の家でも水温が異常に上がってしまい、残念ながら5、6匹のアロワナを失ったことがあります。エアコンをつけた部屋で飼育すれば水温はそれほど上がることはないですが、エアコンをずっとかけ続けるのは電気代がだいぶかかってしまうと思います。エアコンがない場合は扇風機などをかけることによって水温の上昇を抑えることはできます。7. 水槽の蓋。アロワナは驚いたりストレスが溜まっていたりすると水面でジャンプすることが時々あります。水槽には必ず蓋をつけてアロワナが飛び出さないようにしてください。アロワナが亡くなる理由として病気とか怪我とかありますが、飛び出し事故により亡くなるという理由が一番多いと聞いたことがあります。以前我が家ではプラスチックの蓋をつけていましたが、通気性が悪くて水温を上げてしまう要因になっていたので、プラスチックの蓋は中止しました。現在は通気性の良い金属のネット状のようなものを蓋にして重りをつけて固定しています。今回はタイでアジアアロワナを飼育する方法を紹介させていただきました。一般的なこともありますが、我が家独特の飼育方法もあったかと思います。これからタイでアジアアロワナを飼ってみたいと思っている人の参考になれば嬉しいです。何かご質問などあればコメント欄もしくは概要欄に載っている連絡先からご連絡ください。わかる範囲ですぐにご回答します。あと、今回の動画が良かったなと思えたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますと励みになります。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。